思った。やばいっすね。これ一人前って尋常じゃない。トリプル唐揚げ定食で唐揚げがめちゃくちゃ美味しくて、本当でかさにもびっくりしましたけど、うまさにもめちゃめちゃびっくりしました。食べること楽しいな、幸せだっていうのをね、届けていくのはいいなと思いますよね。食べることで日本を元気にできたらなって、幸せにできたらなって、笑顔にできたらなって思いますよね。ちょっと大きいのを頼もうかなと。川越ダムを食べに今限定のメニューがあって、今これからチャーシューやっていこうかなと思っております。もううまそうですよね。
楽しんでってくださいませ。ありがとうございます。1キロにトッピングで多分2キロぐらいになるかなと思って。空体取りますね。空体取ります。はい。はい、いいよ。全部のせいで。オッケー。今日は初めてです。僕唐揚げめちゃめちゃ好きでいろんなところの食べてるんですけど、なんかすごい美味しいって聞いたんで。私これで4回目くらいなんですけど、時々すごく唐揚げが食べたくなって、やっぱ唐揚げって言ったらこの映像が。お願いします。よろしくお願いします。よろしく。今日もなんか熱い戦いになりそうですね。で、楽しんでいきましょう。いや、ありがとうございます。めっちゃ、どうもどうもお世話になります。今日も男気っすね。今日も男気っすね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。クイックな人増える。満席になっちゃった。どうしましょう。待ちますか。満席になっちゃいました。わかりました。お持ち帰りで、じゃあ中でお伝えください。どうぞこっち。すみません。いっぱいになっちゃった。ダムにタルタル乗せちゃって大丈夫ですか。わかりました。はい。唐揚げワンパン3品、焼肉のせちゃん3、ネギもやし、こめかみわかめ、特大のコーラです。最初12、13、しゃべっちゃったよ。マスター。
ラーメンセットなんですお疲れ様です。でも大餅の方は確かね半ライスなしだった気がするんだよね。おー、はい。これか。5代目とか大ウーロン茶男気の生ですはい、少々とりあえず行くよ。はい、お待ちどうさまです。タルタルも。失礼します。唐揚げ焼き肉丼になります。前からご覧ください。失礼します。でさ、ママさん。これめちゃくちゃ飯進むんですよ。ちょっと飲み物後になっちゃって申し訳ない。こちらをちょっと別皿なんですね。文福飯店でしたっけ？
麻婆の分が豆腐ならいける。ギリギリ上手。すいません。こちらですね。すいません。これは多分マスターが本当に滑ってますよね。いや滑ってるのレベル。すごい。盛り付け綺麗だね。いや綺麗な盛り付けで。これはすごいわ。すごいすごい。これはちゃんと。ほらだってそしたら見せ最高。あ、思った。思った。突き出しでこれが出てくるのか食べ方がむずい。内側にこうカオさんが一番喜んでるけど。ぼんやりやだよ。お味はどうですか？あ、めちゃくちゃうまいです。ちょっとほんのりピリ辛でめちゃくちゃ食べやすいです。でもナスがトロットロです。どうもありがとうございました。なってますかね、ちゃんと。900です。
大丈夫です。上の奥にありません？麻婆ナスここにあげて俺もそこが。うまっ。やばいっすね。これ一人前って尋常じゃない。南蛮と鶏天2丁が入ってます。はい、OK。そうですね。本日何頼まれました？一番大きい8キロのやつをせっかくなんで頼みました。いけるだけ行ってみようかなと。シューできる？あ、できます。オッケー、ありがとう。はい、どうもありがとうございました。どこだったっけ？ありがとうございました。これでおしまいです。唐揚げ焼肉丼になります。はい、チーズ。唐揚げがめちゃくちゃ美味しくて、本当でかさにもびっくりしましたけど、うまさにもめちゃめちゃびっくりしました。味もちょうどご飯に合う、ご飯が進む味付けで、見た目よりも全然食べやすくて、おかずもほぼほぼ食べれたんですけど、やっぱご飯がすごい下に深くて、ご飯が限界ですか？きついですね。ちょっとパックに入れて持ち帰らせてそうっすね。いただきました。通りでお願いします。
渡辺さんでいいよいしょ、スナグリアウタイムでタイムでこれだ。はい、OK。三代目初代。ダメだって言われたんで、これお願いしてもいいですか。お店からの。お店からの愛情かっこつきだし。お疲れ様です。お疲れ様です。めっちゃお腹にたまんねえ。ありがとうございました。関西今考え中です。すいません。最高だね。すいません。したら
プになります。餃子を一人前。餃子を1人前。はい。味玉チャーシュートッピング、餃子1枚になります。あ、全部いっちゃおうかな。ビーフ丼とお持ち帰りの唐揚げで。チャーシューのネギのつける。お疲れ様です。はい、ちょっと待って。冷麺になります。いくよー。すいません、こちら男気ですね。ノラさんにこれ頼んだよ。ラーメン、辛いのとか。はい、オッケー。ウェイ。はい、じゃあ味噌ラーメン2丁。
はいどうもありがとうございました。はい、じゃあ半分の焼き肉のいきます。ありがとうございました。はい、少々お待ちください。おいしします。唐揚げ焼肉丼3キロです。本当にバカだと思う。バカだと思う。取りたいの。すごいね、辛くないよ。やばいってこの量は。はい、お待たせいたしました。トリプル唐揚げ定食です。おかしいって。映さないんで。ゆうちゃんすごいよ。ゆうちゃんいっぱい食べるね。すごい。ね、これ2つ来てるうちにやばくない。やばいって。ね、これ待って、餃子くんじゃなかったっけ？チャーハンダメなの？白い飯がいいんですか？白い方が1日30から60ぐらい味玉として作ります。ひとまずこの時間は30ぐらいで。味玉スタートです。
腹減ってね。鶏セットの半ライス半チャーに変更でしょ。よっしゃ。あ、ごめん。まだ。あ、分かった。今取り掛かります。すぐに。大体1日で10キロちょっとぐらいですかね、チャーシューが。今これで出来上がったのを粗熱取ったら冷蔵庫にしまって冷蔵庫でこう寝かせるんですね。定食のご飯と焼くと進化です。味噌ラーメン。バイバーイ。どう見ても2キロじゃなかった今これ中身見たらレアかレアじゃないかあ、わかりますわかります。サインが入ってるのはもうレアです。このステッカーはD レンジャーのスタンプラリーがありまして、そのスタンプラリーでこちらで今日ゴールなので、その景品というかプレゼントを。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもごちそうさまでした。遠いところすいません。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。2キロって頼んだんですけど3倍ぐらいの量で来て美味しく食べれました。ただちょっとすごいお腹に溜まっちゃって半分ちょっとぐらいしか食べれなかったんですけど、いやもうでも本当に最高でした。愛が深いね、ここのお店は。もう本当にありがたいお店です。ずっと忙しかったわけではなく、やっぱりオープンしたばっかりの時はすごく大変だったんですよ。お客様が来なかったりとか、デカ盛りなんか出すとみんな笑顔になってくれるじゃないですか。笑顔を見せてくれて、もう最高ですよね。全然もう疲れなんて関係ないですよね。
星がつりそうだって。味噌ラーメンです。はい。一つで両方ともね。このお店は僕29歳の時にオープンしました。それでその前は今日高市にあります味自慢エゾっていう同じエゾって名前でお店やってるところがあるんですけど、10年ちょっと修行させてもらいました。もう10年もやってるとエゾって名前が大好きすぎちゃって、もうお店出すならエゾだなって決めてたんです。その親父はもう素敵な方で心の広い方で、自分でお店を出すんだからもう好きな名前でやりなさいって言ってくださったんですけど、エゾって名前使わせてくださいって、これで2代目エゾっていう名前つけさせてもらったんです。僕はとにかく人の笑顔を見るの大好きなんです大好きなんです。大好物なんです、人の笑顔を見るのが。このお店から歩いて5分ぐらいのところに大学があるんです。まずこの若者たちの笑顔を見たいなって、はい、そこで僕の行き着いた答えが、よしもうちょっと量多くしちゃえってそれでだんだんそれが悪ノリも好きなんでエスカレートしていった結果、今みたいな形になってきたんですけれども、もっと喜んでほしい、もっと喜んでほしいって、そしてまだまだこれは成長過程です最高。はい。ありがとう。醤油にしてください。醤油で。はい。唐揚げのチャーハン3つ、唐揚げセットの味噌チャーシュー麺でお願いします。これ鶏のせ攻めちゃっていい？ああ、大丈夫ですよ。飛んでるからタルタルトッピングで。オッケー。しゃ。はい、ネギなしでーす。すいません。ちょうどいいね。
トで、これはタルタルです。それでいい？はい、唐揚げのせちゃう。はい、唐揚げタルタルのせです。はい、ごちそうさまでした。はい、そうか、そうか。すごいな。はい、じゃあ、唐揚げのせチャーハンです。これにラーメンが来るの。あ、そうだよ。あ、まだ終わんないの。うまいですね。はい。おお、うまそう。チャーハン。はい。あ、全部美味しかったですよ、本当に。うん。柔らかくて。今日は何食べられたんですか。すみません、普通の醤油ラーメンです。私もエゾラーメンで。エゾラーメン。それは倍があるよ。量がずらされてないんだけど、チャーシューの手があるけど。これじゃ300もらっていいか。じゃあ醤油いきます。チャーハンセット醤油ラーメンです。はい、失礼します。あ、これうまいだ。醤油ラーメン。ありがとうございました。はい。
焼肉丼のお客様。はい、では失礼します。焼肉丼スープ。食べづらいんで、よけない。焼肉唐揚げと。唐揚げ焼肉丼。麻婆のデカの唐揚げでございます。最低が3。いただきます。ありがとうございます。唐揚げ、こめかみ、餃子、大盛りライス16分です。ありがとうございます。スベイクも
ってないからはい、じゃあ味噌醤油。ラーメン唐揚げセットのラーメン醤油ラーメンすいません今度変わってない醤油ラーメン唐揚げセットだからここにさらに唐揚げが追加されるやっぱ唐揚げは頼まないとって感じって感じですね。1個あたりでっかいし、あと味もそんなにしょっぱいってわけじゃなくて意外にさっぱりしてるから食べやすいですよ。あと別で自分とかチャーシューが乗ってるチャーハン、それも味ちょうど程よい感じでチャーハンと合ってめちゃくちゃ美味しいです。はい、ありがとうございました。も入ってる。ちょっと。オッケー。なんだこれは。これとこれは。唐揚げ。はい。じゃあもっといてラーメンとかに入れるようなこう普通にスライスしたチャーシューを乗っけてくれるんですよね。これがめっちゃうまいんですよ。食えなかったら食うんで。ありがとうございます。もちろん流通の人も。唐揚げチャーシューのせチャーハンです。どうぞ。
エゾっていうと唐揚げだったりとかチャーハンだったりってイメージがすごく強くついてるんですよ。でお客さんもそれを目当てに来るんですけれども、エゾラーメンはめっちゃおすすめです、スープなんかにしても半日がかりで作りますし、このエゾラーメンで使う味噌なんかでも市販のものは一切使わずに自分でこだわりに作ってるんですよ。なのでなんでこんなに出ねえんだろうって思う時ありますね。もっとラーメン食べればいいのにって。あるんで、ラーメンもあるんで。完成です。はい、じゃあできたよ。最後。こちら餃子とエゾラーメン失礼します。最後は豚バラ肉。気になる。ドロンする。煮干しスープに合うよ。美味しさ詰まった茶葉の香り際立つ。あなたの好きを好きになりたい。もっと一人になっていて。動けるわけないでしょ。てか早く食べて。香りの強い濃口醤油を使ったお店秘伝の返しでお茶の水駅から徒歩2分だよ。2650円になります。これでいいです。よかった。ありがとうございます。香川の伊吹島から煮干しが届いたんですよ。なので今日はその煮干しのテイスティングもやるので昆布入れていきます。低温調理器ですね。昆布は62度で1時間20分煮出していきます。トレーニングするんですか？週7ですかね。昼も行くんで10回ぐらいですかね。トレーニーですね。はい、そうやっぱ食べるのが仕事なんで、
まあ、どうしても太ったりとかはいあるんで、せめて夏くらいは痩せようかなっていうなんでまた夏終わったら今度は油そばのはい試作とか、あと肉うどんとか、はいいろいろ食べるんで、まあ、また太り出すんでまあ毎年こんな感じです。どのぐらい前からトレーニングされてるんですか？ 7年くらい前ですかね。もう全部決まってて、ご自身で作られるんですか？そうですね、はい、最初にある程度決めといて、で重量と回数を9週間ごとに変化させていくって形です。うどん屋さんの経験なんか通じるものあります？ないですね。何か役に立つとかはどうですか？役に立つことは、でも自分が決めたことをしっかりやるというところですかね。じゃあ結構精神的な部分が通じ取るというか。そうですね、お店やるには体力が必要なんで、まあやっぱやっといた方がいいのかなとは思いますね。いつも麺作りを担当されるんそうでか？ですすね、これ専門で。あ、そうなんですね。はい、他はやってません。作り終わったら帰る形ですね。このお店始める前は何かやられてたんですか？和食のレストランで働いてました。うどん屋さん始めるきっかけは何だったんですか？当時ちょうど讃岐うどん屋さんが流行ってて、うどんっていう映画が流行ってたんで、まあ、ちょっと興味本位で始めたっていう感じです。川崎ですごい有名店になってるじゃないですか。そうですね、ありがたいことに、はい、そこってなんかどういう理由でなられたんだと思います？そうですね、うちもともと全然お客さん入らなくて、であまりに入らなさすぎて半額セールとかやったんですよ。それでも全然入らなくて、しまいにはそのランチタイムにカレーライスとか、あと牛丼とか始めて、もちろんそれでお客さんも入らないで、どうすればお客さん来るかって考えた時に、例えば香川の山奥でもお客さん来るところは来るんですよ。なんでもうシンプルにうどんで日本一を目指して頑張ろうってことでやりました。特徴を出すとかじゃなくて、本当に基本を突き詰めていくっていうところですね。塩水作る時とかも前日にこう塩水を作っておかないと塩が均等に混ざらないので、翌日使う分の塩水は今作ってます。これ作る時にこのにがりを入れて滑らかさとかが変わってくるんで、昔の方がうどん美味しかったっていう人いるんですよ。でその昔の塩っていうのは今の塩と違ってその精製度が低いので、じゃあそのマグネシウムとかそのにがりの成分加えた時に実際実験で歯ごたえとかが良くなるっていうデータあるんで、かといっていい塩を使うとすごい高いんですよ。だったらにがりをちょうどいい感じに入れてやろうっていうことでやってます。あとその水もこの中に入れちゃえばいいんですけど、一応こう細かく穴開けて、少しでも均等に優しく混ざるようにしてます。麺作りで一番大事なのが塩分と水分の割合が大事なんですけど、夏場は塩分を多くして水を減らすんですけど、それをやってるとその粉に対しての水と塩っていうのが、夏と冬で変わってくるんですよ。やっぱり食べ物なので、作業性とかよりも中の温度をなるべく均一にして、できるだけ同じ塩分濃度、同じような水分量でやるっていう風にしてます。僕自分を信用してないんで、もう本当にデータを取りまくってやってます。だしとか塩分濃度とか濃度とかも全部データ取ってやってます。
しいですか？難しいことはないんですけど、毎日同じ分量でやっててもやっぱり違うんですよ。そこがなんか難しいというか面白いというか、生きてるんだなみたいな。昆布は軟水で取れっていうその和食の定番の話があるんですよ。昆布だしを取って沸騰前に引き上げて沸騰直前に鰹節を入れる分にはいいんですけど、本来讃岐うどんって煮干しと昆布を一緒に水に入れるんですよ。うちずっともう10年以上やってたんですけど、そうすると実は煮干しが入ることによって水が硬水に傾くんですよ。そうすると昆布の出汁ができらないんですよ。なんで別々に取ってあげた方が昆布のうまみがしっかり出るっていうのが最近分かったんですよ。分けて取ることによってすごい濃い煮干しだしとすごい濃い昆布だしを合わせるっていう風になるんですよ。でそうした方がなんか味のメリハリが出て、どっちの食材がうまく出てないかっていうのがちゃんと分かるんで、調整しやすいですね。これに、返しを合わせて味見していきます。頻繁に変えられるんですか？変わりますね。味を変えられる理由って何かあるんですか？もう全然味が変わっちゃってバランスが取れないっていう感じですね。例えば、僕一番好きなのが煮干しの大きいやつと昆布だけで取る出汁が一番好きなんですよ。それでやってしまうと、例えば昆布が悪い時、煮干しが微妙な時にもう成り立たないんですよ。例えば煮干しがえぐみがあるとか渋いとかだともう使えないんですよ。なのでできるだけ食材の数を増やしてバランスを取っていくって感じです。でなんで今回煮干しがすごい良かったんですよ。その伊吹島の煮干しが量が解禁になって新しくいいの入ったんで、なんで今回はいりこが多くなってます。その日その日の最高の味を求めていくってこと？もうそうですね、まさしく。要はお客さんが例えば家族とか彼女を連れてくるわけですよ。なんでその人に恥かかせられないじゃないですか。なんでもう常にその日のベストを尽くしてますね。じゃないともう怖くて出せないです。ちょっと細かくてクリーミーな泡なんですよ。これってそこまでに悪いアクでもなくて、取るんですけど、沸騰直前のアクは絶対に目を離さず取らないといけない。でもアクの出方が結構変わってくるんで、これがサバウルメムロ味ですね。あとメジカですね。でこの最初に出てくるアクはしっかり取ります。完全に味が抜けてますね。バッチリ。これ今サラサラしてるんですよ。とろみないんですよ。これが煮干しのカルシウムと合わさるととろみがつくんですよ。なのでこれを入れた瞬間に結構変わりますよ。でそれを完全に冷やしてとろみを固めて取り除きます。
このカタクチイワシが小さくていっぱい入るので塩分が濃くなるんですよね。塩を入れなくても塩分濃度が結構上がるんで、今日は塩を入れないでいきます。だしのいい香りがするので、もう早くこの状態をやめたいんですよ。その香りが飛んでっちゃってるってことなんで、ちょっとこうやった時に泡が残るんですよ。とろみがついてるんで。これが昆布のアルギン酸と煮干しのカルシウムが結合してこうなってます。さっきは一面にこれがふわーってなってて、今結構固まったんでもう取り除ける状態です。奥様が作られたものですか？ありがとうございます。全部自分のものは自分でやってます。やっぱしっかり食べて元気な状態でもうマックスで接客をするっていうのは心がけてます。3人前、はい、それで1000円です。そうです。時間も日によって変わるんですね、じゃあ。そうですね。昨日が9分半だったんで、9分半で書いといたんですけど。そうだ、変わるかもしれない。めちゃめちゃ美味しいお米使ってるんですよ。こう産直で精米したてをもらってます。全部頼んで近くのお米とかも全部食べて、その中で一番美味しいのを選んでます。でこれがぶっかけの返しですね。であとはこれがかけの返しですね。薄口醤油の返しですね。冷やさないと色がやっぱ酸化してっちゃうんで、もう光に当てるのもダメだし、温度上がってもダメですね。もう色が結構大事なんで。
電気回しててすいませんでした。あ、全然大丈夫それは。一時期お客さん全く来ないってお伺いしたんですけど。そうですね、もう給料が出ないぐらいの時もあって、わーどうしようって。かき揚げ入れました。もう舞茸は本当に天ぷらにした時にめちゃめちゃ美味しいので。身をふっくらさせて、で表面パリッとさせるために二度揚げしてるのと、こう卵は今これもう一回表面パリッと揚げると中が本当とろって出てきてすごい美味しいので、この2つはあえてやってます。じゃあ開けます。すみません、お待たせいたしました。最初の麺が1分です。はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。あったかいかけでよろしいでしょうか。かしこまりました。ちくわ1本入れて。最初ね、かけからいきます。持ち帰り、その後ちくわ1玉束にお願いします。お待たせしました。お先おうどんから失礼いたします。あ、これお待たせしました。エビに卵をじゃあちくわ天お待たせいたしました。で、ミックスの後エビ天ぶっかけとでしみそば。
はい。お待たせいたしました。どうですお味？味はですね、最高以外の言葉が見当たりませんね。カシワがとにかく美味しいですね。強いですね。エビ天ぶっかけも入れてください。こちら、カシワぶっかけとエビ天ぶっかけでございます。これいきます。ありがとうございます。じゃあ、あとかしわとまいたけぶっかけ入れましょう。はい、ちくわ卵が2セットですね。お待たせいたしました。こちら、まいたけぶっかけとかしわぶっかけでございます。入れてください。ちょっと熱かませね。お待たせいたしました。ぶっかけうどんでございます。こちらもちくわぶっかけのぶっかけお待たせしました。これいります。どうもありがとうございます。ありがとうございました。お待ちの2名様、お待たせいたしました。こちらのお席どうぞ。目上がります。
はーい。お待たせいたしました。ちくわ天ぶっかけとこちらセットのぶっかけうどんでございます。今3分半。ちくわぶっかけ2ついきます。味卵ご注文のお客様、はい、こちらおうどんと卵でございます。じゃあちくわ天ぶっかけお待たせしました。お待たせいたしました。大盛りミックスぶっかけ味卵でございます。私はもう2枚入れました。お待たせしました。かしわ天ぶっかけでございます。ぶっかけ3つ半取り上がります。お待たせいたしました。舞茸ぶっかけのお客様。舞茸天ぶっかけでございます。お待たせいたしました。ミックス大盛りかしわ大盛り入れました。ありがとうございます。はい。お待たせいたしました。大盛りミックスぶっかけでございます。大盛りのミックスぶっかけでございます。お待たせしました。こちらミックス天ぶっかけでございます。こちらもミックスぶっかけとしわ天お待たせしました。真ん中に失礼します。チェーン店で食べる揚げ物とかって柔らかいんですけど、こっちカリカリなんで全然食感が違って面白い。はーい。お次お待ちのお客様、お先をお伺いします。ありがとうございます。どういたしません。はーい。恐れ入ります。どうもありがとうございます。はい、ごちそうさま。3名様お待たせいたしました。じゃあこちら手前から3セットどうぞ。柏店のお客様。お待たせいたしました。かけしょうは温かいのでよろしいでしょうか。かしこまりました。ちくわにかしわ入れました。じゃあ先ご案内で。お待たせいたしました。かけのしょうでございます。こちらが大盛りでございます。かしわ天ぶっかけお待たせしました。お待ちの2名様お待たせいたしました。じゃあ手前側のお席どうぞ。お疲れ様です。どうもありがとうございます。ここで行きます。どうもありがとうございます。
くわエビ1、2択様ですね。お待たせいたしました。エビ天ぶっかけのお客様、はい、おうどんから失礼いたします。じゃあお先ちくわぶっかけのぶっかけでございます。こちらちくわ天とエビ天お待たせいたしました。はい、かしこまりました。はい、ナス半取り1割。ひやひやです。半取りナスご一緒です。お待たせいたしました。お先普通盛りのお客様、ひやひやでございます。じゃあもうお先小のひやひやお待たせしました。はい、柏ぶっかけ大盛り、ナスと味玉天です。お待たせしました。味玉子のお客様。お待たせしてすみません。大盛り柏とナス。ナスもよくそのタコみたいにちゃんと切れ込みを入れて揚げるやつあるじゃないですか。で僕どうしてもあれ脂っこくて好きじゃないんですよ。まあ、ナスで一番油吸わないのってこう4等分にした時なんですよ。1本のナスをこう4等分にして食べると。でそうすると皮が残るんですよ。まあ、なので皮に切れ込み入れるんですけど、まあ、そうすると油を吸ってしまうと。だから皮だけに格子状に薄く切れ込みを入れるんですよ。でそうすると油も吸わなくて歯切れも良くなるっていうのが、まあ、僕の結論なんですけど、あんまやってるとこ見ないんですよ。見ないですね。柏ぶっかけ大盛り味玉子です。あとエスプレッソはい。はーい。目上がります。お待たせいたしました。こちらおうどんと味卵でございます。こちらもぶっかけと卵お待たせしました。ました。お待たせいたしました。こちらが大盛りでございます。こちら柏ぶっかけお待たせしました。いらっしゃいませ。
様です。はい。2名様、お先ご注文を。はーい。お待たせいたしました。特盛かしわぶっかけでございます。特盛かしわぶっかけでございます。喜作様です。ちょっと釜玉に合わせているので持ってきてください。お待たせしました。こちら釜玉でございます。だし醤油でお召し上がりください。お待ちの2名様、大変お待たせいたしました。こちら真ん中のお席どうぞ。大変お待たせしてすいません。こちらお先特盛りでございます。じゃあ大盛り大変お待たせいたしました。じゃあちょうどか。はい。よく来られるんですか。1ヶ月に1回くらいかな。近いんで、自分らはそこの寮に住んでる。何部なんですか。柔道の。あ、そうなんですね。もう良さなんかあります。良さ全部よな。一番うまいです。この辺とかもう作った中で一番うまい。ありがとうございます。この水ないです。お待たせいたしました。こちら柏天うどんでございます。いらっしゃいませ。
お待たせいたしました最決定こちら沖縄天丼はい以上でお揃いでしょうかはいありがとうございますすいませんはいお願いします大盛りぶっかけでああその辺にあったやつが入ってるそうなんか吉野家みたいな感じのいただきます。
はい、お迎えどうぞ。さあ、3名様です。いらっしゃいませ。何名様ですか。はい、お迎えどうぞ。舞茸半釜紅生姜スペインガニ柏エンピー表ぶっかけちくわまぜ2名様です。はい。いらっしゃいませ。あ、はい。ちょっと待ってください。しました。味噌の大盛り。
紙エプロンをご利用になります。はい。はい。はい。姫様行きますか。もう一回どうぞ。すごいじゃん。残ってるのこれ食べちゃっても大丈夫なんで。冷やかけぶっかけ、冷やかけはおつゆかけ。よしさん、それ柏だけ後で行きます。満席なので外でお待ちいただけますか。冷やかけ。はい。柏天にピースとおさまのワントゲットください。はい、ありがとうございます。ありがとうございますありがとうございます。ありがとうございます。お大盛りです。お待たせいたしました。お待たせいたしました。柏天です。暑いのでお気をつけください。以上でお揃いでしょうか。はい、ありがとうございます。2名様お2回どうぞ。お願いしました。はい。かけうどん、天盛りうどん。かけがネギ抜きです。天盛りうどんです。天盛り全部でさ。大変お待たせいたしました。ごぼう天うどんです。はい、熱いのでお気をつけください。お待た
ました。天盛りぶっかけと、天丼、はい、以上でお揃いでしょうか。はい、ありがとうございます。お待たせいたしました。会計でこちらお下げしてよろしいですか。ただいま。ありがとうございます。お待たせしました。天盛りぶっかけを明太ご飯。天ぷらの天。いらっしゃいませ。大人2人、子供2人なんです。4名様。はい。どうぞ。はい、4回どうぞ。本当3名様です。いらっしゃいませ。はい、買うの。2枚20分。ありがとうございます。
ありがとうございます。お待たせいたしました。味噌ソースです。お気をつけください。失礼いたしました。大盛りいらっしゃいませ。2名様。2名様で。一緒。そうなんですよ。あとサンマ2つ、やかけ、大盛り、梅おろしのっけ、エビ、さつまいもにまいたけ。はい。冷たいの。冷たいの。はい。天盛りぶっかけ。はい。自転車？自転車乗ってたの？ありがとうございました。はい。しみ。はい。ありがとうございます。失礼します。ごめんなさい。こちらお下げしましょうか。大変お待たせいたしました。冷やかけの大盛りとキス天、まいた
着します重いです大丈夫ですか以上でお揃いでしょうかはいこちらをいただきますこういう仕様です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。お待たせしました。ちくたまぶっかけ。はい。前からすいません。天盛りぶっかけですね。天ぷらの天つゆご利用になりますか。お願いします。はい。はい、ありがとうございます。幸せのミニと柏よ。梅おろしかしわ2ピース豚みそでエビ天1です。お待たせいたしました。2名様行きます。2名様カウンターをどうぞ。いらっしゃいませ。2名様ちょっと待ってください。普通のデザイントッピングの大盛りです。買い物うどんお待たせしました。どうぞ。天つゆご利用になりますか。はい。はい。皆様お待たせしました。4回どうぞ。そうです。皆様。はい。はい、父さん来てたよ。さっき梅おろしうどんですね。梅おろし。はい。
あとかき揚げうどんです。すみません、前から。はい、すみません。以上でよろしいでしょうか。ありがとうございます。いらっしゃいませ。前からすみません、目をしぶったけど文字で。かき揚げ丼、天盛りうどん、エビ天2本です。はい。天盛りぶっかけお待たせしました。はい、どうぞ。ありがとうございます。明太釜玉です。だし醤油で召し上がりください。はい。お釣り様全然来ないけど。かけうどん一つ。かけうどんはい。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お預かりします。1700円です。ありがとうございます。
待たせしました。